はい、皆さんこんにちは、モノルです。はい、今回はこちらの Firebird の3機種をね入手したので、こちらについてやっていきたいと思います。まず真ん中が Void PS4 Firebird で、左側のもの、こちらがですね、ボンジリさんが制作されてます Firebird for DualShock 4 V1.2 っていう基板のですね JS13 Pro 版と、右側こちらが DS13 Max 版ですね。この3種類は入手できたんですが、残念ながらスイッチプロコン版 Firebird のみ、入手ができてないということでね、そちらはちょっと今回取り上げないんですけど、この3機種についてね、徹底的にちょっと検証とかやってきました。で、今回はちょっとね、スティックの感度計測機材を一新しました。3機種のスティック感度っていうのをね、より精度高く計測できるようになっているのと、それに加えてですね、自分のゲーム内でのスティック操作っていうのをですね、ある程度再現できるようになりました。スティック感度計測ってスティックをこう動かすんで、それをねもっと高速に動かせるようにしたことでね、ゲーム内でのスティック操作をしっかり検証に使える程度には再現できるようになってきたので、そちらを使ってですね RC フィルターとかね、跳ね戻りフィルターの動きっていうのを可視化することができるようになってます。その結果ですね、まだ結構疑問に思われている方多いかなと思うんですけど、そもそも Firebird って本当に強いんですかっていうね話とか、強いとしたらどこが強いのか、慣れる必要があってね、どうしても慣れることができなくて、やっぱりこのコントローラーダメだなって思っている方がいらっしゃったりもするっていうところでね、どういう動きになってるから難しくて、でもその動きがあるから強いんだよみたいな話がねできるといいかなと思います。最後に、Firebird のおすすめ設定ね、2パターンほど用意してきているので、そちらについてもね、ちょっとその可視化したグラフなんかを見ながらですね、解説していきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい。で、今回からですね、新しく作りました計測機材なんですけど、こんな感じの機材になってます。あまりにも大きくて画面に映りきらないんですけど、電源とステッピングモーターのドライバーとアルディノですね、こういう構成で、ここにリニアレールがあってですね、ここはね、ステッピングモーターによってこう前後に動くことでコントローラーのスティックを動かすことができるっていう、そういう機材になってます。で、ここの土台部分にはプロメテウス82のね、コントローラーを固定するところを固定しててですね、これで、コントローラーを固定してスティックをここで動かすっていう、そういう構成になってますね。ベルトドライブを採用していてですね、モーター1回転で 42mm っていうかなり動く距離が大きい、そういうタイプのリニアレールを採用しているので、これのおかげでですね、結構スティックを素早く動かすことができるようになってます。ステッピングモーターもハイパワーになっててですね、ある程度速度を上げても、脱腸っていうね、場所がずれたりするっていうのが起きづらくなっているということで、全体的に精度もかなりしっかりとしたね、こういうフレームを3D プリンターなんかで使われるフレームを使って固定することでね、精度上げやすくなってたりしますし、計測自体もねやりやすくなったりもしてるっていうところでね、あとステッピングモーターをね細かく動かすことができるこういうドライバーがあるので、これを使えばねもうより細かくスティックの感度を計測することができるようになったりしてます。まだ完璧ではないんですが、そのあたりの話は最後にちょっとお話をしておきたいかなと思いますね。これまでよりも高い精度でより高速な動きができるようになったってことでね、Firebird のスティックいろいろ検証してきました。で、最初はまずはいつも通りスティックの感度3種類のものを見ていきたいと思います。はい、それでこちらが3種類の Firebird のスティック感度カーブの誤差ですね。RC フィルター0、スナップバックフィルターも0とかですね、っていう形でですね、細かい設定はね、後で解説したいと思うんですが、こんな感じでした。デュアルセンスエッジがこの黒のラインで、紫色が Void PS4 Firebird ですね。ほとんどね、全部リニアかなっていうところなんですが、JS13 Pro が青で、オレンジ色 DS13 Max でした。ちょっとね DS13 Max だけ右側ちょっとね、感度が高くなっちゃって出てたんですが、他の2種類に関してはね、完全にリニアって言って問題ないような感度カーブだったかなと思います。ちょっと DS13 Max だけ右側高感度なんですが、実際触ってみた感じですね、確かに DS13 Max は感度高いような感じっていうのがしました。で、Void PS4 Firebird に関しては、若干 JS13 Pro よりは好きではないんですが、こちらでもね全然強いかなっていうところで、 DS13 Max だけはちょっと私は好きにはなれなかったかなっていうところでした。このあたりですね、スティックモジュール自体
に関してはね、全くどれも感度的にはあんま変わりがないんじゃないかなと。であとはスティックテンションとか、実際のスティックのねほんの少しの癖みたいなものがね感度カーブに現れない癖があるような感じがしてですね、そのあたりでちょっと違いがそれぞれあって、これがねまた難しいところではあるかなと思います。操作感的にねじゃあどれがベストかって言われたら、個人的には JS13 Pro が好きでしたが、そのあたりはね好みによっても変わってくるのかなと思いますし、個体差ですね。あとは多分 DS13MAX のこれはね、個体差なのかなっていう気がしますね。やや私の個体に関しては右高感度になっちゃってたところです。なのでスティックの感度カーブなんですけど、リニアにしたいのであればですね、基本的にどのスティックもいじる必要はないっていうことになります。デフォルトのねリニアっていう風になっているものを使えばですね、どれも全く問題なく使っていけるんじゃないかなと、そんな風に思う、そんな計測結果になってました。続いてスティックの震え具合ですね。こちらもそれぞれ3機種で計測してきました。 RC フィルター0からマイナス500まで100刻みで、変化させていた時のですね棒グラフの方っていうのが標準偏差で、この線グラフ折れ線グラフの方が最大値ですね、どのぐらい平均から離れたかの最大値なんですが、全体的にですね、そこまで違いはないんですけど DS13MAX が一番大きく震えが出てですね、中間が Void PS4 Firebird ですね、旧式のギンフル TMR スティックを採用しているもの、 JS13 Pro が一番震えは控えめだったということです。で実際これがどれぐらいねゲームプレイに影響するかっていうと、ぶっちゃけ分かんないですねはいなのでこれに関してはねあまり気にする必要ないかなと思います。はい、そういうわけでね、この辺りがね、今までもよくやってきた計測なんですけど、特に目新しいところはないかなと思うので、ここからですね、ちょっと新しいですね、これまでなかった情報っていうのをお話ししていきたいと思いますね。でその一つ目っていうのがですね、この Firebird っていうのは本当に強いんですかという話です。新機材を使うことでですね、この DualSense Edge で、ゲームプレイをしてですね、その時に動かしたスティックの動きっていうのをそのまま Firebird で再現できるようになりました。で同じスティックの動きをした時にゲームにどういう値が入力されるのかっていうのをね見ることでね、RC フィルターがある時とない時でどういう違いがあるのかが分かるようになりますので、それを検証してきました。ちょっとねまず DualSense Edge でね射撃訓練場行ってきた様子を見ていきたいと思います。はい、でこちらがね DualSense Edge ですね、で射撃訓練場に行ってきた様子で、ダミー人形10メートル離れたところからですね射撃をします。で、ダミー人形はランダム移動ですねでストレーフさせているっていう感じなんですけど、この状態でここからですねこのワンマガシーンですね、今のね、ワンマができた時のスティックの動きっていうのをですね、記録しておいてですね、それをこの Firebird で、再現した時にどうなるかっていうのをやってます。はい、またね30メートル離れた時の動きっていうのもね撮っていて、それがこのシーンですね。はい、30メートル離れた敵へのワンマができたシーンっていうのもこのね、DualSense Edge のスティックの動きっていうのを撮っておいて、で Firebird で再現するっていうことをやってます。はい、でこれがDualSense Edge ですね。先ほどの 10m のワンマガシーンの実際にゲーム内で取得したゲームへの入力の繊維っていうのが青色の線で、赤色の方がこの機材を使ってですね、再現してみた時のゲームへの入力値っていう形になってます。このグラフ、下が0ですね。でどんどん時間が経つにつれて上の方に行ってですね、スティックの動きっていうのがこう左に行ってで切り返して右に行ってで微調整をしているっていう、そんなグラフになってます。まだね 100% 再現はできてないんですけど、このぐらい再現できればねある程度 RC フィルターの検証には使えるかなと思います。こちらが 30m ですね。緑色が実際の入力で青色が再現したものになってます。はい、で、こちらがですね DualSense Edge を使って再現したものが青色の線で、Void PS4 Firebird ですね、そちらで、動きを再現したものがこのピンク色の線になってます。これはね RC フィルター0なんですが、ここからどんどん RC フィルターを増やしていってみます。これが100です。ちょっとだけね震えが出てきてギザギザし始めてですね、
はい、これマイナス200ですね。すでにちょっとね、この辺りとか見ると入力が誇張されているっていう様子が見れますね。特にこの辺りとかはね、顕著にその様子が出てるかなと思います。はい。で、これがマイナス300です。ここまで来るとですね、こういう細かい動きに関してはね、相当大きく、この大げさに入力が入ってるっていうのがわかるかなと思いますね。マイナス400になるとこんな感じです。この入力で見てほしいところっていうのは何点かあるんですけど、特に大きいのはですね、こう切り返しの時ですね、私なりに限界に近いような速度でバッとこう右に倒してるんですけど、その時にですね、こう私の入力よりも鋭くこう入力が下側に膨らんで入っているっていうのがね、大きなポイントかなと思いますね。この辺りもですね、左側に入力する時にちょっと下側に膨らんで入ってて、より強く入力が入るっていうのが結構特徴ですね。左右左右ってやってる時も最初のうちに結構鋭くこう下に膨らんで入力が入る。右もそうですね。これがね RC フィルターのね特徴になってるかなと思います。マイナス500になるともうね結構ぐちゃぐちゃになってくるんで、ここまで来るとやっぱりねちょっと操作難しくなるのかなっていうのはやっぱりこのねグラフからも見て取れるかなと思いますね。本当に、入力としては 20% ぐらいの左入力とかが入ってるだけなんですけども、ここまでいってるんでね 50% ぐらい、入力が入るっていうことでですね、これはさすがにちょっとね拡大されすぎかなと。入力がね思いっきりこう大げさに入りすぎてね、微調整が難しくなるかなっていう感じがやっぱりマイナス500までいくとねするかなっていうところで、マイナス300だと面積でね見るのがいいと思うんですけど、そこまでね大きく違いはないんで、適度にこう入力が拡大されるっていう感じでね、マイナス400も結構悪くはないんですけどね、マイナス300からマイナス400っていうあたりがねよく使われている値かなとは思うんですけど、このあたりがねちょうどこの入力が大げさに入るところの良さっていうのをギリギリ使いつつも扱いきれるようなギリギリの範囲になってくるのかなっていうのをグラフからも見て取れるかなっていうところで、マイナス200あたりでもわずかに入ってきたりはするんで、このあたりでねなるべくこういう入力が拡大されてくるようなところっていうのを感じたくないよという人はねこのぐらい抑えるっていうのもありなんだろうなっていうところで、マイナス100ぐらいだとですね、ほとんどこの入力の誇張みたいなところっていうのは起きてこないんですけど、マイナス200ですでに若干起きているっていうのがわかるかなと思います。はい。でこちら 30m の方ですね、 RC フィルター0マイナス100マイナス200でやっぱりこの辺がねちょっと出てきているっていうところでマイナス300ですね、マイナス400マイナス500っていうことで、やっぱりですね 10m みたいな近距離でですね、大きく動かすっていう時ほどですねこの RC フィルターっていうのは強く出てですね、30m ぐらいの中距離のエイムではそこまで素早くスティックを動かすっていうシーンが多くないので、入力の誇張が起きるところっていうのは若干減るっていうね、そういう性格になってるかなと思います。RC フィルターっていうのは細かく素早い動きっていうのが誇張されますよっていうのは、この辺りを見ると確かにそうではあるんですけど、この辺りとかですね、この辺り見てみるとですね、動きが止まっているところから動き出すところですね、急に動き出すところっていうのに違いがあるっていうことが分かりますね。これは中立付近だけで起きるのではなくてね、こうやって右側に倒している時も起きますし、左側に倒している時も起きるっていうことでですね、この辺りねスティックのいわゆる感度カーブの設定とはね根本的に違うっていうね、そういう性格のものだっていうことも分かります。このグラフをちょっと変えてですね、この面積を取って視点の移動距離をこう出してみるとかなり面白いことが分かります。はい。でこちらのグラフがですね、RC フィルター0の時の Firebird と DRSense1 の比較したグラフで、こちらね視点移動なんで、視点がどこを向いてるかですね、0のところから左に何度視点が向いたかっていうのを表したり、こっちが右側ですね、右に視点が向いてるっていう形で、ダミー人形のねレレレに合わせてこう左に行ってから右に切り返してるっていうのがよくわかるグラフになっているんですが、こちらのねグラフで見てほしいところっていうのはここなんですね。切り返し時です。
これ本当にスティックによるエイム操作の特徴がよく出てるなと思うんですけど、こう緩やかなカーブをねこう描いているのがわかるかなと思います。これがまさにスティックによるエイム操作の大きな特徴になっていてですね、スティックは通常左から右とか右から左っていう風に切り返す時にですね、どれだけ素早く倒してもこんな風にですね遅れが出るんですね。マウス操作だと切り返したタイミングで鋭角にこのグラフがね動くはずなんですよね。デュアルセンス H もそうですし、Firebird も RC フィルター0の時はこのようにですね鋭角には動かすことができなくて、どうしてもタイムラグが出ますよと、そういうことになってます。そしたら RC フィルターはねどんどん強めていきたいと思います。これが0でマイナス100、マイナス200、マイナス300、マイナス400、マイナス500という風な感じになってます。マイナス500までいくとかなり鋭角になってきているかなと思いますね。このね、切り返し時っていうところにはねやっぱり顕著な違いがあってですね、ここのマイナス500までいくとまるでマウスのような動きになっているかなと思います。出だしの動きね、追い始めの M もこう鋭くなっているっていうのがわかるかなと。この辺りマイナス200とかではねまだ緩やかなんですけど、マイナス500までいくとかなり鋭くなってますね。またねこの辺りもちょっとね、鋭く戻す時の動きとかも出てるかなと思います。この辺り私微調整をしててね、行き過ぎて戻して行き過ぎて戻してっていうのを繰り返しているところなんですけど、こういったね行き過ぎに対して戻す時の操作っていうのも素早くできるようになるっていうのが RC フィルターの大きな、特徴になっているということがわかるグラフですね。現実問題マイナス500っていうね強い RC フィルターの設定ちょっと扱いきれないのでですね、もう少しマイナス400マイナス300とかねこの辺り使っていくことになると思うんで、完全にマウスにね勝てるような鋭い切り返しができるようになっているわけではないんですけど、デュアルセンス H とかね、あとは RC フィルター0みたいなところと比べたらですね、若干こう切り返しが素早くできるようになっているっていうのは事実かなと思います。これがですね本当にその RC フィルターが強いという理由になってますね。切り返し時とか倒しすぎや倒さなすぎといったねズレを感じた時にね、通常のスティックよりも素早く対応が可能になるっていうことですね。ただ Firebird ってどうしても難しいっていう風にも言われててですね、慣れることができなくてやっぱりこのコントローラー使いこなせないよっていう方も多くいらっしゃるかなと思いますね。それはやっぱりですね、通常のスティックっていうのはこういう切り返し時とかね、ズレを感じた時にこうわざと大きめに倒してですね、ここのねこの赤色の線が理想的なエイムだとしたらですね、スティックを大げさに倒してですね、こちらの赤色の線に近づくような曲線を描かせてですね、で追いついたらスティックを緩めるみたいなですね、ちょっとこう切り返し時に大げさに倒して緩める、大げさに倒して緩めるみたいな操作をしてですね、スティック操作特有の遅れっていうのをね緩和する操作っていうのができますね。でこれやりすぎるとですね、特に Firebird のね RC フィルター強めた場合はですね、オーバーシュートしてしまうということで、切り返し時にこう追い越して、この場合だと右側にエイムがずれるとかっていうことが起きます。どうしてもねそういう風に倒しすぎや戻しすぎになりやすいっていうところですね。なんでよりマウスライクにこう操作する必要が出てくるっていうことで、今までねスティックのエイムっていうのが上手かった人ほどやっぱり慣れるのが難しいっていう、そういうコントローラーになっているかなという風に思います。あとは細かく行き過ぎて戻す、行き過ぎて戻すみたいなことを繰り返してですね、エイムを安定させてた人もね結構慣れるのがねちょっと難しいっていうふうには感じられやすいのかなと思います。ただねこれを見ると明らかかなと思うんですけど、理論値として考えるとね Firebird は今までのコントローラーよりも間違いなく強いというふうに思いますね。スティックの震え具合っていうのが今アシストのね、効きに影響があるよみたいな話もあるんですけど、それ以上にですねこの特性っていうのが強い大きな理由になっているかなと思います。でエイムアシストがないゲームでどうなんだろうみたいな話もあるんですけど、この特性を見るとですね、間違いなくエイムアシストがないゲームでも Firebird は強いというふうに思いますね。特にエイムアシストがないゲームっていうのはこういう遅れっていうところをですね
エイムアシストで補ってくれないので、Firebird みたいなコントローラーでです、その遅れを減らしてあげるっていうのは明確に強くなるということで、エイムアシストがあるゲームよりもないゲームの方が Firebird のね有利性っていうのはかなり高くなってるんじゃないかなっていうのがなんとなく想像できるところですね。この辺りの話もね、Firebird は強いって言われてて切り返しが早くできるみたいな話もされてたかなと思うんですけど、改めて可視化してみるとね、よく分かったかなっていうふうに思います。はい、続いて Firebird のおすすめ設定っていうところもね、見ていきたいと思います。Firebird のね、設定どうしたらいいかわからないよみたいな方も多くいらっしゃるのでですね、特に FPS ゲーム向けで設定が必要なところっていうのをね、ざっと解説していきたいと思います。まずね、左上から見ていって、スティックですね。左スティックの設定をしていきますね。割と私はデフォルトで使っている感じなんですけど、入力スケールすべて100、スケーリング形状ノーマルで、XY が25ですね。こちらが一番デュアルセンスとかね、デュアルセンス1に近い形になりますね。これを変えていくとね、四角形が変わるっていう感じで、アウターデッドゾーンの形とか言ってましたけど、それがちょっと変わってくるっていうのが、こちらのスケーリング形状の設定になりますね。わずかにこれ強めてあげて30とかね、35とか40とかこの辺りにしてあげるのはですね別にありかなとは思うところですね。斜め方向のエイムが感度が高くなるので坂道でのね、敵のレレレとかを追いやすくなるっていうところがあるのでわずかに強めるのは普通にありだと思いますね。で、デッドゾーンは0、100、0ですね。ゲーム内で、切れないデッドゾーンがあるようなゲームはこのアンチデッドゾーンを入れてあげるとですね、そのゲーム内のデッドゾーンがまるでないかのように操作ができるようになるっていうところになります。このあたりはね、実際ゲーム内での操作感見ながら調整されるのがいいかなと思います。で、アウターデッドゾーンはね、この100っていう値がデフォルトで、これが一番デュアルセンス、デュアルセンス1に近いようなアウターデッドゾーンになります。あえて0にしてですね、全体的に感度を下げるとかっていう設定もありかなとは思うんですが、私はね、この100で、全然問題なく使えるかなと思います。はい、で詳細設定の方いきますね。左スティックは私こんな風に50の100っていうのを入れてですね、感度を大きく高めてあげる設定を入れてますが、これなくてもね、リニアのままでもいいかなと思います。はい、で、リニア補正はオフですね。これオンにするとちょっと感度高くなりすぎるのでオフでいいかなと思います。スティック分解能は私は無制限で使ってます。8ビット256段階っていう風にするとですね、スティックより荒くスティックの操作っていうのがゲームに反映されるようになってですね、エイムアシストが強く感じられたりすることがあるっていうね、そういうコントローラー多いんですけど、こちらのコントローラーに関してはですね、フレアが結構大きいコントローラーなので無制限でね、使ってもいいかなっていう風に思っているところです。はい、フィルターの方ですね、RC フィルターとスナップバックフィルターということなんですが、このスナップバックフィルターに関してはですね、0でいいと思います。スナップバックフィルターね、0とかね、細かく調整するなら10とかですね、20とか、このぐらい入れてあげるのは全然ありかなと思います。スナップバックフィルターね、結構操作に影響があるって思われてる方多いんですけど、ほとんどおそらく操作には影響がないですね。はい、こちらがですね、先ほどから見てきたグラフのですね、スナップバックフィルターを変えた時の様子っていうのを見たものになります。スナップバックフィルターをですね、50、100って変えていった時にどういう動きをするかっていうのを見ているんですが、ほとんど違いがね、ないですね。スナップバックフィルターを入れるとですね、この中立付近の操作がね、若干緩慢になるっていう、そういう設定にはなるんですけど、これを見た限りですね、特に中立付近に変化が見られてないです。ただね、もしかすると100まで強めてしまうとですね、実際操作した時にこの辺りでね、操作を入れてるのに入ったような感じがしないっていうね、こう来て、こうなって、こうなるみたいなね、そういう中立0がちょっとキープされるみたいな、そういった可能性もありますので、スナップバックフィルターあんまり強めるのはおすすめしないです。だいたい10から20ぐらいがいいのかなっていうところですね。一応この30メートルの方でも見てみたんですけど、特にスナップバックフィルターを増やしたことによる違いっていうのはありませんでした。なのであまりね、スナップバックフィルターに関してはそこまで気にする必要はない設定になってるかなと思います。なので私はね、スナップバックフィルターに関しては0ですね、にしちゃってます。で、左スティックはこれちょっとなぜか値が変わっちゃってるんですけど、
はい。RC フィルターですね。左スティックに関しては簡易設定のマイナス150ぐらいにしてますね。あまり入力の故障が起きないけれど、素早く操作ができるっていう、そういうぐらいのね、設定にするのがおすすめかなと思います。角度補正に関してはいじってないですね。右スティックに関してもね、基本的には同じような設定ですかね。はい。ハンドカーブはリニアのままにしてます。感度のところでも見た通りですね、Firebird 基板、すべての基板においてですね、感度カーブはリニアでいいかなというふうに思います。はい。で、フィルターなんですけど、RC フィルターですね、基本的に私は右スティックは詳細設定を使ってます。で、スナップバックフィルターは0のままですね。で、この RC フィルターの詳細設定に関してはですね、どういう設定かというとですね、このヘルプにもある通り、RC フィルターの設定をですね、スティックの速度に応じて動的に変更する機能ということになってます。静止っていうのがですね、スティックが止まっている状態で、今3ってなっているところとか7とかね、この辺りの数字っていうのがですね、スティックの移動速度になってます。スティックがどのぐらいの速度で動いているかによって RC フィルターの強度を変えることができます。実際この速度ってゲーム内での動きのどのぐらいの動きがこの0とか37、128に当たるのかっていうのをね、先ほどの 10m での射撃でね、検証してみました。はい、それがこちらのグラフになります。こちらが RC フィルターの0、マイナス500、10ですね。なんで0だけマイナス500にして1は0っていうね、かなり極端な設定です。この設定を入れることで、移動速度が0、静止の時だけマイナス500を効かせたような設定にすることができているかなと思いますね。で、この設定だと、やっぱり動きがかなりゆっくりしているところで誇張が大きく入っているかなっていう、そんな印象ですかね。ここもね、ちょっと角度がある、ゆっくりめなところで大げさな入力が入っているっていうのがわかります。こちらのグラフが1だけマイナス500にして0と2っていうところは0にしてるっていうね、なんで1だけマイナス500にしたようなグラフです。先ほどと比べてどうでしょう。0がこれ、1がこれです。やや速度が速いところにね、ギザギザっていうのが出てきているようになっているというのがわかります。次が2でマイナス500ですね。どうしても RC フィルターの詳細設定ですね。4つの点というかね、2つの点ですね、実質しか使えないので、この時のね、値っていうのは2がマイナス500で128、最大速度もマイナス500っていうことで、2以上が全てマイナス500っていう、そういう設定にしてます。その設定だとこんな感じのグラフです。でこれね、次のグラフが3なんですけど、3がマイナス500なんですけど、これとの差を見ていただくとですね、だいたい2がどのぐらいのところで反応しているかがわかるかなと思いますけど、この辺りとかわかりやすいですかね。まだややね、ゆっくり動かしているところにも反応が出ているのかなっていうところと、かなりね、尖っているところっていうのの反応が大きいかなと思いますね。で、3がこれで4がこれです。4になるとほとんどRC フィルターが反応しているところないですね。3がこれで4がこれなんで、3だとこういうところもね、結構素早く切り返しているところなんかには反応が出るんですけど、4はほとんど反応がなくて、5ではい、この通りですね。5以上に関してはね、この10メートルのね、エイムっていうのを再現したこの方法ではですね、一切 RC フィルターの影響が出なかったです。ということでね、実際問題 RC フィルターの詳細設定がこのスティックの操作に影響を及ぼす範囲っていうのは0から3ぐらいの間っていうことになります。実際触ってみるとそうでもなかったりもするかなって気がしてね、7あたりまでね影響がちょっと出てるっていう風に感じることもあるんですけど、特にね、スティックの操作感に影響が大きく及ぼすのは0から3の間ですよということが分かりました。なのでね、この RC フィルターの詳細設定するときはね、私は好んで3と7っていうのを P1、P2 の移動速度に設定してますけどね、0から3の間ってことなんで、例えば細かく設定したければ0の1とか0の1から3とかこういう設定を使うっていうのもありかもしれないです。私は037でね、使ったりしてますね。で、こちらおすすめ設定がまず1個目がこちらです。静止0がマイナス360、
3がマイナス210、7がマイナス180で、最大速度もマイナス180っていうね、こういう設定になりますね。この設定はですね、最初のうちですね、Firebird の特殊な動きに慣れるまで使ってみてほしいですね。Firebird の強さをできるだけ損なわずに入力の誇張っていうのを抑える設定になってます。こちらの設定入れるとどういう動きになるかというと、こんな感じの動きですね。かなりね、この辺りは入力の誇張の影響が出てるかなと思うんですけど、ほとんどですね、入力誇張っていうのが起きづらいっていうね、そういう設定になってます。近いのはこの辺りですかね。マイナス300と結構近いんですけど、マイナス300と比べてもですね、こんな感じでこういったところのね、入力っていうのは結構自然な感じになりますしね、特にこう微調整で震わせるような時以外はですね、ほとんど入力の誇張が起きないっていう形でですね、非常に操作しやすい、そんな設定になっています。かといってこう細かい震えっていうのは結構起きるような設定になっているので、変換アシストを感じやすいです。すごくね、なのでこの設定ね、かなりおすすめ度高いです。Firebird 慣れてももうずっとこの設定を使った方がいいんじゃないかなって思うぐらいにはね、かなり強いので、一度ね、使ってみてほしいなというふうに思います。で、もうワンパターン設定があってですね、こちらはね、とにかく最強を目指したいと。もうとにかく Firebird で一番強い、そんな設定にしたいという方におすすめの設定がこちらですね。360、390の410ですね。で、こちらの設定はね、あくまで私が操作しきれるギリギリの強さに RC フィルターを設定しているっていう感じなんですけど、これはね、入力の誇張できるだけ活用して、かつ自分で操作しきれる限界ギリギリの設定みたいな形になってます。こちらの設定入れるとこんな感じのグラフになります。細かいところまでね、入力が誇張されてですね、かなりね、普通のスティックと比べると RC フィルターの効きが強くなってですね、かなり、Firebird の強さ存分に使い切れる、そんな設定になってるかなと思います。こちらが先ほどのおすすめ設定1個目で、こちらが2個目っていう感じですね。だいぶですね、実際触ってみると、これはね、Firebird 特有の操作感っていうのがすごく表に出ているかなっていうのとですね、かといってマイナス400で出るようなちょっとトリッキーさみたいなところっていうのはね、若干抑えられてるかなと思いますね。やっぱりこうマイナス360と390っていうぐらいにしているのでですね、ギリギリ扱えるかなぐらいの範囲にはなってるかなと思います。これ以上強めるとね、かなり私はね、操作難しくて、特にオーバーシュートしやすくなるっていう、そんな感覚がありました。どうしてもこれでもね、ちょっと扱いきれないよっていう方はね、マイナス380とかマイナス370っていう形で値をちょっとね、減らしていってあげたりとかですね、してもらうといいのかなって思います。これでも全然簡単に扱えるっていう方は、これ逆にマイナス400とかに増やすとかもありですし、もしかしたらこのマイナス360をね、マイナス370とかっていう風に増やすのもありかもしれないです。こんなね、RC フィルターのおすすめ設定っていうのもね、ぜひ使ってみてね、もしよかったら、私はこういう風に変えたらよかったよとかっていうのをね、コメントで教えていただけたら、私もそれ使ってみたりとかしてね、これいいなとかでね、さらに改善できるかもしれないので、ぜひね、教えていただけたらなと思います。スティックの設定はそんな感じですかね。で、次、キーコンフィグですかね。ボタン割り当てのところで追加ボタンの設定っていうのはここで変えることができるので変えています。トリガーは私スマートトリガーなんでデジタルトリガーですね、っていう形になっていて、で USB モードですね、接続モード PC に接続するときは X インプットにしてます。ポーリングレート 1000Hz でスティックスキャンレート 4000Hz ですね。8000Hz にすると RC フィルターの詳細設定とか全くね、値変わってくるので 4000Hz で使うことをお勧めします。8000Hz と 4000Hz それぞれでね RC フィルターの設定出して比べたりもしてみたんですけど、あんまりね、強さそこまで変わらないかなっていうんで、設定のしやすさ考えると 4000Hz でいいのかなっていうふうには思ってます。プロファイルキーコマンドとあるんですけど、この辺りはね特にやってないです。ちなみにキーコマンドでですね、こう L2 ボタンにしてで放課時間即時で実行コマンドスティックのプロファイル切り替
ってやって、こんな感じのね設定に変えてあげるとですね、実はこれ L2 を押してる時だけスティックプロファイルを切り替えるっていうことができて、 ADS 中だけ RC フィルターの値を変えるみたいなことができるんですけど、これ実際やってみるとですね、どうしてもこう L2 を押した瞬間にスティックの操作を受け付けない時間っていうのが出てきてしまってですね、そこのタイムラグがあるので、ちょっとね私は使えないかなと思いました。そのねタイムラグが全くなくなればかなり使える機能にもなるかなと思ったんですけどね、現状まだこのねキーコマンド機能っていうのはあまり使えないかなっていうふうに思ってますっていうところで、あとキャリブレーションですね。ファームウェアアップデートしたらね、必ずこのキャリブレーションっていうのをやっといた方がいいですね。はい。で、あとファームウェアアップデートっていうのもね、最新版に設定、最新版にアップデートっていうのもやっておくといいかなと思います。はい、以上ですね。Void PS4 Firebird と Firebird for DualShock 4V1.2 の JS13 Pro DS13 Max についてですね、いろいろ検証をしてきましたということです。慣れる必要があるっていうのも事実かなと思います。スティック操作特有の弱点を緩和するっていうね、特性を持っててですね、現状 FPS ゲームで一番強く使えるコントローラーを選ぶっていうんであればですね、この3機種一択かなと思います。Firebird っていうね、基盤一択であるということです。以前のね動画でも述べたようにですね、ゲームパッドの常識を覆すような革新的な機能であることに間違いはないかなっていうね、そういうことが確認できましたね。はい。ただね、これ競技性に大きい影響を与えそうなところっていうのはね、正直あると思います。RC フィルターっていうね、機能自体あくまでノイズを、逆関数で再現するっていう機能になっていてですね、それ自体が悪意を持っているものでは全くないです。ただね、結果的に見てきた通り切り返し時の操作が人力での素早さを超えるっていうね、話がある通りですね、結果的に人力ではできない操作を可能にしてしまっているっていう側面もあるかなと思います。まだまだですね、この機能自体の特性とかっていう話は知られてなかったりとかするところもあると思うんで、なかなかね、難しいところではあると思うんですけど、現にプロゲーマーさんがね、こぞってこれを使い始めているところを見る感じですね。FPS ゲーム自体がこの機能前提で設計されるみたいなこともね、やっていく必要あるんじゃないかなっていう気もします。もしくはもちろんね、競技でこのコントローラーを使うのは禁止みたいな、そういう話になるのかもしれないですけどね。今のところはそこまでね、話出てないですけど、今後物議を醸してもおかしくないんじゃないかなっていう気はしているところですね。個人的にはすごくね、もうこのコントローラーについて調べるのがね、検証するのが楽しくて仕方がなくてね、あんなでかい機材を作ったりなんかもしちゃったりなんかしてですね、本当にドハマりしているところなんですけど、本当にね、面白くて本当に革新的でですね、実際操作していて楽しいっていう風に感じるところもあったりはするんでですね、個人的にはこれ前提で FPS ゲームがね作られていってほしいなっていう風に思っていたりはするんですけど、今後どうなっていくんでしょうかっていうところもすごく注目したいところです。はい。で、今回作ったこちらの計測機材ですけど、こちらもね、ちょっとまだまだね、課題っていうのはあります。どうしてもこのステッピングモーターを使っているっていうので、かなり素早く動かすっていう関係でね、完全に脱腸しているわけじゃなさそうではあるですけど、まだ精度が完璧じゃないですね。違う種類のこのステッピングモーターのドライバーを使ってみたりとか、あとはね、リニアエンコーダーでここの距離ですね、どんだけこのステッピングモーターでこの実際にこの台が動いた距離っていうのを計測してですね、必ず正しい位置に動かすみたいな制御を入れていくとかですね、そういったことをやっていこうかなとちょっと思っているところです。そういうね、ちょっと細かな改善をすれば、さらにスティックの感度計測ももちろん良くなりますし、今回ですね、スティックの動きをDualSense Edgeのものをね、そのまま再現するっていうことをできるようになったので、そのあたりの精度がより向上してきたらですね、おそらく感度カーブの計測プラスですね、実際の操作での違和感の大小みたいなものもね、計測できるようになるんじゃないかなと思ってます。さらに言えばね、実際
の操作に即した遅延の大きさみたいなものも測れるようになるんじゃないかなと思います。遅延っていうのはいろんな測り方があると思っていてですね、特定の測り方だけだとね、どうしてもその計測方法でだけいい値が出るようなスティックっていうのも作ろうと思ったら多分作れるんですよね。ただね、ゲーム内の動きを再現してそれでどんぐらいの遅延があるかを測ればね、ごまかしようないですし、実際ゲームで使う時の遅延とね、全く同じ遅延を測ることができるようになるはずなんで、そういうね、ことをやればね、さらにね、実際使う時の遅延っていうのはね、計測できるようになって非常にいいんじゃないかなっていうところで、そのあたりも含めてこのね、機材に関しては今後もね、ブラッシュアップしてですね、コントローラーのレビューにね、活かしていきたいかなっていうふうに感じているところです。はい。というわけで今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。